こんにちは、ロック204チャンネルです。今回はマイクロビット応用講座、マイクロビットで肩関節水平が移転角度を測定すると題しをお送りします。方角を取得するブロックは入力カテゴリーの中にあります。このブロックはマイクロビットに内蔵された地磁気センサーよりのデータを使用しています。この方角ブロックで取得された値は、真北を0度、東を90度、南を180度、西を270度として値を取得できます。マイクロビットの向きと方角の関係をこちらに示しています。マイクロビットのマークを真北に向けたとき、0度通して時計回りに角度が増えていきます。シミュレーターにおいては、方角ブロックを使用すると真ん中の図のように矢印がついたマークが表示されますので、これを回転させることにより方角の取得をシミュレーションすることができます。磁気センサーを使用するプログラムを最初に使うときですね、キャリブレーションが必要となってきます。で、このマイクロビットに先ほどのプログラムをですね、ダウンロードしているマイクロビットです。こういうふうな形で、キャリブレーションが必要であるというような表示が出てきます。それでこの表示が終わった後ですね、こういうふうな表示になりますから、こういういろんな方向に傾けてください。そうすると、ディスプレイが点の数が増えてですね、キャリブレーションが行われていきます。で、時間内にキャリブレーションができてないときはもう一回こういうふうな形で表示されます。もう少し、あれですよね、四隅がちょっとキャリブレーションができてなかったので、もう一回やってみます。はい。これでうまくキャリブレーションができた状態で、先ほどのプログラムが実行できます。こういう形ですね。今ウエストを向いている。こっちが南を向いているというような形でコンパスが正常に作動しました。一度キャリブレーションを行うとですね、2回目からは行う必要がありません。マイクロビットのデータ表示方法は、こちらの方のマイクロビットの LED のマトリックスに表示するしか今まで勉強してなかったんですけども、それをですね、コンピューターのディスプレイで表示することもできます。これはですね、この今ここ例を挙げてますけども、こういうようなブロックですね。これを使います。これはシリアル通信というものです。シリアル通信っていうのは、接続する機器との間を USB ケーブルでつないで、その間に、文字情報をですね、伝達するような、そういう通信形態です。その時に USB ケーブルから送られてきたデータを表示するのがシリアル通信になります。これはですね、高度なブロック
ここにあります。ここに、このシリアル通信という項目があります。ここを押すとこういうような項目が出てきます。で、今回使ったのはこれですね。シリアル通信、名前と数値を書き出すというものです。ここに任意の文字を入れて、ここにデータを入れるというような形式です。これを取り出して、ここに貼り付けたわけですね。で、ここの部分に方角を貼り付けています。それで、シミュレーターの方でまずは見てみましょう。このブロックをプログラムの中に使うとですね、こういうような、小データっていうものが表示されます。これ2つあります。シミュレーター用とデバイス、マイクロビットをつないだときにここに表示されるデバイスっていう、小データのブロックが表示されます。ここをですね、このボタンを上のシミュレーターでやってみましょう。これは常に方角を監視するブロックになりますけども、ここで、これを動かすとですね、こういう風な形で、取得された今方角のデータをグラフ表示し、下の方にですね、取得データをモニターできるようになっています。はい。それでは次の画面の方でですね、実際に、こちらの方ですね。今、実際のマイクロビットにダウンロードした先ほどの、プログラムですね。それを実行しています。マイクロビットを水平方向にこう回転させると、こういうような形で、データをモニターすることができるというような機能ですね。このシリアル通信というのはパソコンの方でですね、リアルタイムでデータを監視したいような場合に使っていきます。マイクロビットで、このように水平の形で回転させると、シミュレーターの方ですね、ハードウェアシミュレーターの方ではこういうような波形として、記録することができます。それでは方角を取得できるブロックを使用して水平が移転を測定する方法について見ていきましょう。水平が移転内転は手を水平に上げて内側に移動した時を水平内転、外側に移動した時を水平が移転と言います。今回は手首にマイクロビットを装着して、肩関節を水平が移転した時の角度を方位より推定します。方位と水平が移転角度の関係について見ていきます。左の図が方角を示す図で、北を0度時計回りに45度90度と角度が変化してきますが、肩関節の水平が移転においては、開始位置を0度とすると時計回りに45度、90度、135度となりますが、0度から内側に軸が移動した場合にはマイナス45度、マイナス90度、マイナス135度と変化していきます。この方角の変化を角度に変換する必要があります。こちらはプログラムの初期設定と監視ブロックになります。最初だけブロックに方角を変数 st に取得します。またボタン A が押された時も同様にその時の方角を変数 st にします。変数 st は初期位置を示しています。ずっとブロックは方角を常に監視するブロックとなります。まず方角を変数 bf に取得し、関数変換で変数 bf に取得した方角を角度に変換します。次に変換された値をマイクロビットのディスプレイに表示します。こちらのプログラムは関数変換の内容になります。スタート位置が0から180度の範囲では上の赤枠で示す部分のプログラムが実行されます。このブロックの中では取得した方角をスタート位置の角度を差し引き、それを新たな変数 bf とします。
また BF が180度以上の場合には、BF より360度を引いて新たな BF とします。こちらはスタート位置が180度を超えて360度までの間の計算式となります。取得した方角に360度を足してスタート位置の角度を引きます。それを新たな BF とします。もし、この時 BF が180度以上であれば、変数 BF から360度を引いて新たな BF とします。これでプログラムが完成しました。それではプログラムを確認してみます。まず、リセットをします。この90度の時が0度とした場合ですね。これをこちら方向に動かすと、マイナス20度。で、こちら方向に動かすと、35度という形で測れます。そしてこれをスタート地点をこちらの方に移動して A ボタンを押してここを0とします。そしてこちら方向に持っていくとマイナス11度、こちら方向では81度というような形で高回転角度を測ることができます。今回は方角を測定するブロックを使用して肩関節の水平が移転角度を測定するプログラムを作成しました。このプログラムを応用すると手関節の内が移転角度も測定することが可能となります。また傾きブロックを使用すると肩関節の屈曲が移転角度も測ることができますので、これらのプログラムについても挑戦してみてください。ご視聴ありがとうございました。